はい、こんにちは。小豆島の漁師、浜湯です。今日はですね、春になってきて、ここらで取れる高級魚、アマテガレを狙っていきたいと思います。冬の間、ぺちゃんこでガリガリだったのが今超えて、相場も高いです。それじゃあ早速網を入れていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ港にやってきました。でもうすでにこの尺稼ぎ長靴は履いてるし、いつものポテがましいやつじゃなくて白いやつでございます。もうぬくいからね。で、いつもの尺稼ぎカッパを履いて、オレンジのじゃないからもうスッといく、スッと。で、手袋は薄いやつで十分です。末端冷え性の私でももう寒くないです。はい、じゃあちょっと沖行くまでに少しだけ時間あるので、海苔の仕事手伝っていきます。で、これが海苔の幅のやつなんですけど、これちょっと新品のロープに変える作業をしております。で、このロープに印、フック入れるとこの印がついてて、で、ロープってこうちょっとすると、ここ通ります。で、この道具スパイキって言って、5000円ぐらいします。で、こうやって、穴を開けてあげて、で、この穴を保ったところにフック入れて、で、こう閉じて、で、これは中古の使ってたフックなんですけど、ここに和裁を入れてあげる。こうやってね。で、長さをある程度揃えて、でこれで1個 OK ですね。これでこうやって網を、針を取るといった感じですね。はい、じゃあ船に乗り込みます。で、今日はですね、こちら4寸の網、これで巨大なカレイを狙って、で、こちらの 3.5 寸で手頃なカレイを狙います。まあ、こっちの方が多分数はかかります。で、ライフジャケットも装着。で、今朝も言ってたんですが、こんな感じでね、結構な数のカレイが取れてます。大量ですね。はい、じゃあエンジンかけて、もうぬくいから一発ですね。はい、じゃあ表のロープ外して、ここにわさ。で、後ろも外して早速出港していきます。はい、じゃあポイントに到着しました。結構ね、浅瀬を狙っていきます。もうちょいぬくなってきたら海のど真ん中とかに出てくるんですけど、まだ結構浅瀬にねついてるんですよ。だいたい水深とかも5メートルぐらいを狙ってやっていきたいと思います。はい、じゃあいつもの旗を海に入れて、でロープ入れていきます。浅いんでだいぶ縮めときましょう。だいぶ縮まってますね。じゃあこちらの鉛って柔らかいんで素手でこうやって動きます。これ入れて、でもうボロボロなんです。もう網ほんと今これボロボロなんですけど、タイとか取ってこれやっていきます。ボロボロでもね、結構魚って不思議とかかるんですよね、網が残っているところに。じゃあクラッチバックして、で網を入れていきます。よし、これで1枚目の網は終了ですね。鉛入れて、2枚目の旗入れて、でもう続けてそのまますぐやります。もうほんとそことそこですからね。すぐ入れて、ちょっと旗立てらないんで直します。旗はね、この鉛の重心が高いとうまく立たないんですよね。あと鉛が軽かったり、立ちが悪いのは、僕は寄った時も僕は立ちが悪いんですよね。寄ったカメラはい、じゃあこんな感じで重り足しましたんで、海に入れて、ビンビンに立っとるやないかい。はい、じゃあ鉛も入れてサンゴの網やっていきます。サンゴの網って生まれた直後の網っていうわけじゃなくて 3.5 寸の網です。やっぱこれだけじゃ取れるカレイの量も知れてるんで、もっと取れ出したらまた皿の網買ったんで、それも入れていきたいと思います。網のかかりはいいんですけど、やっぱ糸が細いので大変ね破れちゃうんですよ。1年ぐらいしか持たなかったな。30万高え、仕方ないけど、なかなかねお金がいるんですよ。じゃあちょっと短くしてたんで、こちらの短くしとってのけ取った網も合体させていきます。先にこれほどいて、でここと合体させていきます。カエル股をこうやって2回入れとったらほどきやすいです。締まりが悪くなる。締まりがね何でもいいって言えればいいというわけではありません。ほどく時のことも考えて締まりを悪くしておきましょう。 OK。 それじゃあ残りの網も入れていきます。はい、で端まで来たので端もくくって、
カエル股の3回入れですね。これで絶対ほどける。で終わりの鉛入れて、よいしょ。で長すぎる分は束に、よいしょ。で旗を入れたら網やり終了です。はい、じゃあこの網をなんとですね2日置いておきます。2日置いて死なないのって思うかもしれないんですけど、カレイはね死にませんし、2日ぐらい置いとかんとまともな量が取れません。それじゃあ2日後へぴょーん。はい、というわけであれから2日経ちました。で昨日が大風だったんで多分海藻がね結構ついて、あ、ボケーっとしてたらちょっとドライブ巻いちゃった。あららら、よく巻くんですよこれ。よし、はい、じゃあ網上げていきたいと思います。旗上げて、で昨日大風だったもんですから多分ね海藻がもう死ぬほどついとると思う。沖の方だったらそんなつかないんですけど、丘の方でって最近黄色い海藻がめっちゃつくんですよ。お、もうなんかヒラメが見える。ヒラメだヒラメだ。ちょっともつれちゃってる。もつれを直して、でなんか早速やっぱ汚れがいっぱいついてますね。で1匹目ヒラメ、ちょっと風が強いんで流されちゃいます。長谷園ですね。でこちらヒラメ外すんですが、放流サイズなので逃がします。さあじゃあ気を取り直して網を上げていきましょう。で風が強い場合はこうやって操船して網の方に行ってあげないと網が負けないんですよ。まあ風って言っても知れてますけどね、昨日は本当に暴風だった。うわー、汚れがすごい。これ掃除のしようがないですね。ごっついよこれ。これじゃあ魚もかかりませんよ。ゴミ掃除しながら網上げていきます。じゃあなんかゴミも減りましたんでよかったよかった。さあ肝心のカレイが来ませんがどうなってるのでしょうか。4月頃の方がねカレイは来やすいんですけど、あ、カレイじゃないけどこちらオニオコゼと、あ、カレイ来た。ゲットゲット、目的のカレイゲットです。ちょっと風強いんでさっき繰りますね。あ、ボラが来た。ボラとオニオコゼと、もうボラは上がりですね。とりあえず今回の目的はカレイですので、もっとカレイが来んと。ただ春の今のカレイはやっぱこうやって相場もいいですから、たくさん取れたら嬉しい。10枚ぐらいおったらねもう上等なんですよ。なんたってやって降らしとくだけですからね。で外すんも簡単、僕の華麗なテクニックで。で次はチヌですね、クロダイ。春になってくるとちょっとずつね痩せていきます。卵持つからね。でまた放流サイズのヒラメ。風が強いから細かく説明する時間がね、いやー昨日じゃないわ、3日前はようけおったのにカメラ回すとやっぱり来ないんですね。不思議なものです。おったから動画撮ろうと思って動画回し出すと、回した日には少ない。あ、でも来た来た来た。本命アマテガレイ来ました。小さいけどアマテで、カレイは大人になってもサイズが知れてるので、少々小さく見えてもカレイは結構成長してる場合があって、ヒラメよりは小さくても放流せずに売ったりします。ヒラメはもう再現なしにでかくなるけどね、大きいやつだったら10キロとか、僕は10キロのサイズ見たことないんですけど、また余ってガレイ来た。これはちょっと逃がすかな、さすがに小さい。お、で羽ですね。羽、スズキのちょっとこんまいやつ。これぐらいのサイズだったら羽って言います。お、来た。おお、カレイ少ないですね。パラリパラリといった感じでしょうか。もっと大きいカレイがねボッコボコ上がってきたらいいのにそりゃそうか。はい、でまた羽ですね。春になり羽も出てきてますね。お、また羽だ。生後だな。羽のまだチンマイに生後。スズキは出世魚って言われてて、呼び方地方によりいろいろなんですけど、僕らのとこでは生後、羽、スズキっていう3つです。多分多いとこだったら4つぐらい言い方あるんちゃうかな。お、はい、でカレイ来ました。今日のは小さいですね。おとついのはかなりでかかったのに。はい、じゃあまたチビカレイです。お、でガシラが来ました。やっぱ磯回りに来たらこんなちっこいガシラがかかってきます。ただねゴミがめちゃくちゃ増えてきた。やっぱ風当たるとこはゴミが増えるね。たまるたまる。ちょっと次はね風上から食ってもう流しながら食りましょう。ちょっと余裕ないんで多分 GoPro に切り替わるかもしれません。カレイもいないね。ちなみにこちらの網は 3.5 寸の網なんで、小さいカレイがかかるのは間違いないですね。自分のやっぱ一つに合わせてあれのサイズを変えるのと一緒で、大きい魚には大きい輪っかが必要ということです。ちなみに僕は普通のサイズで
いけると思います。はい、じゃあまた放流サイズのヒラメ、このたくさんこんな見える中かかるもんですね。見えるっていうのはこうやってゴミがいっぱいついとったら網がよく見えるんで、魚のかかりがめっちゃ悪いんですよ。まあもう旗もあそこで終わりももう少しです。最後に来たんはチヌだ。最後にチヌ。はい、じゃあ網くりも終了しました。風なんかすると何倍も疲れるわ。で魚がいないのが余計に増長させますね。よいしょ。はい、じゃあ1匹カレイの外し方見ていきましょう。もう目から抜けるサイズを選びますね。おこぜがおったからお気をつけなさい。自分にお気をつけなさい。でこれ目から抜けるサイズなんで目から抜いてあげて、はい、こちらカレイですね。カレイ息が強いんでなかなか死にません。はい、じゃあ残りも外していきます。はい、じゃあ外し終わりました。これだけです。ボラとそれからハネ、オニオコゼに、あとカレイとかですね。でこういういいカレイとかは池間に生かして、でこの小さいカレイとかヒラメは海に放流します。はい、じゃあ2枚目の網上げていきます。で風がさっきと違って風上向こうからこうで、網は向こうです。だから風に吹かれていくので途中止まれないので GoPro でいきます。はい、それじゃあいつものように GoPro に切り替えまして、私浜湯小入れしていきたいと思います。ちょうどこの小入れてる時が4月1日じゃなくて3月31日なんですけど、その2日3日前に愛媛の方に暴飲暴食旅に行ってきました。で体重が80キロにログインしたので、今日は私の顔ワイプはなしです。ワイプって右上にいつも載ってる僕の顔が載って喋るやつですね。あれはなしで見ていきたいと思います。無駄話をしている間に彼が2匹3匹と、これはなんか手のひらサイズを余裕で超えております。上がってきてますね。でヒラメに比べて小さいなって思うかもしれないんですけど、彼は、さっき来たぐらいのが一番でかいぐらいのサイズなので、これぐらいのサイズのカレイでももう十分ね大きい方ですね。その後もカレイが鈴なりでやってきております。もうこの網1年間使ってボロボロなんですけど、ボロボロでかかるとこないぐらいにも見えるんですけどかかってきます。でカサゴがやってきてクロダイ、チヌですね。で4月になりもクロダイもチヌもヒラメ、クロダイ、チヌ、ヒラメはもう4月になって卵を持ってくるので、どんどんね早めに食べないと痩せていくよっていうことを覚えておいてください。でさっきでっかいヒラメ来ましたね。2キロぐらいで、その後もカサゴで、カサゴにまたヒラメですね。平たいからヒラメ、タイは平らだからタイもう僕何回も言ってるんで覚えてると思います。でこちらコブダイですね。6キロぐらいのでっかいコブダイ。コブダイもね刺身で食うと僕ちょっとブニュブニュして苦手なんですけど、味噌漬けにするとすごい美味しいらしいです。でさっきイワシ来てましたけども、春になってきてどんどんねイワシも増えてきます。でまたコブダイのでかいんがやってきました。でそんな感じで、また、もう残り少ないです。僕は今編集画面を見てるので残り少ないのは分かるんですけど、次何来るかまでは分からないというわけでこんな感じで網くりが終了しました。で次コブダイ外していきます。コブダイはね牡蠣とかめっちゃ硬いもんバリバリ食べるんで、この子がもし噛むタイプなら危ない。でははい、じゃあ最後のコブダイ外してでっかでコブダイいつも逃がすんですけど、ちょっと頼まれてるんで置いておきます。よいしょ。で網がゴミだらけなんで明日の朝掃除しながら食ってそれから帰りたいと思います。今帰るんですけどね。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを見つつ生かしていきましょう。いやー2枚目の網に結構追ってよかったですね。はい、じゃあまずコブダイ。このプルンプルンとしたコブがあるからコブダイですね。これ中身なんか脂肪だったと思います。ラクダと一緒です。それからマダイ。もう春だから桜ダイ。じゃあ生かして。でこれがクロダイ。それからアマテガレイ。でカレイは全部でねこれぐらいいました。結構いましたね。5、6、7、8、9、10、11、11匹いました。上等です。こっちは池間に生かしておきます。それから小増しなヒラメが2枚。これはアミズです。はい、それじゃあ取れたてのカレイを持って帰って美味しいお昼ご飯作っていきたいと思います。じゃあ帰りましょう。はい、というわけで結局次の日になってきまいりましたけど持って帰ってきました。こちらアマテガレイですね。正式名称マコガレイと言います。で今日はこちらのアマテガレイを使ってイギリスの料理ですね、フィッシュ&チップスを作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。
はい、じゃあこちらのマコガレイなんですけれども、お顔がね、非常に可愛いです。ヒラメと違って、すごい可愛いお顔をしてます。で、マコガレイの名前の由来はあんまりわからなかったんですけど、このカレイの名前の由来がですね、片割れから片割れカレイとなってるそうです。裏面が白いのに、表が黒いというね。はい、じゃあ早速やっていきますが、今日はもう鱗落とさずにね、やっていきたいと思います。どうせ剥いでちょっと洗うんで。で、ここら辺をもう斜めにサクッと切ってね、で、落としてあげます。こうやって。あ、危ない。ニガ玉。潰すとこでした。ここにあるニガ玉ですね。これは潰さないように外していきましょう。これいっぱいうんちがついてますね。ポンと落として、で、引っ張ってあげる。で、これが内臓ですね。いっぱい詰まってるのはうんちです。で、これは綺麗な肝臓。生で食えます。で、身もめちゃくちゃ綺麗ですね。大変超えてきてるのがわかります。じゃあ次にこちらのお腹をある程度きれいに洗ってでさばいていきます。でカレイはヌメヌメ滑るんでこういったね滑らないものを引いてあげるとやりよいです。でこちらさばく前にこちらこの間動画にしたね味香り研究所さんから山ほどね鹿児島ハイボールもらったので玄関で冷やしております。じゃあ鹿児島ハイボールいただきます。今日は飲みながら流れでやっていきます。あ、よう冷えてるわ。よし行こう。昨日はね動画の時めちゃくちゃテンション低かったんですけど、今日はちょっとテンション高いんで喋りながら、飲みながらやっていきたいと思います。でやっぱお酒にはフィッシュ&チップスがねめちゃくちゃうまいです。じゃあさばいていきましょう。ほら切れ込み入れてで逆さ包丁で、やっていきます。こうやってね縁側のとこあららら上いかんようにこれシャーってねうまい人いくんですけど、僕は素人なんで慎重にいって、よしうまいこといけましたら包丁を入れていきます。いいじゃんいいじゃんいいじゃんってね、ここ失敗してるんですけどさっき筋トレしたからね手元がブレブレです。でここまでいったら返さずに次ここですね、ここのあばら骨を斜めに断ち切ります。斜めにシャーッと手が震えるごめんなさい。なんで筋トレをしてしまったんだ。いや飲むからねやっぱやっとかんともう飲んだらできないから。で端までいったらこっちちょっと切ってでこっち倒してあげてズイッと、はい、こんな感じ。うまい綺麗。これで片身が取れました。ちょっとイギリスの方見ていたら申し訳ないんですけど、日本人のお口にあんまりイギリスの料理って合わないらしいんですけど、フィッシュ&チップスは日本人のお口に合うらしくて、それを今日やっていきたいと思います。ではこちら裏返してで同じようにこれ端切れ込み入れてで逆さ包丁ですね、しなくてもいいのかもね。シャーッと今度うまくいった。でまた同じように中まで入れていってで中まで入ったらこっちまたあばらの上ここをね手が震える。これね酒が飲めなくて震えてるわけじゃないですよ。今飲んでるから筋トレさっきしたからですね。で同じように下まで行く前にちょっと返して、反対逆さ包丁入れていきます。包丁はね大変よく切れますね。よいしょ。はい、こんな感じ。綺麗に取れました。めちゃくちゃいい身ですね。で、アマテガレイって1年間でだいたい10センチでかくなって、2年目で15センチ、3年目で20センチ迎えるそうで、これ多分20センチ超えてるので、頭もあったから30センチぐらいあるので、4歳ぐらいの子じゃないかなって思います。で、こうやってちょっと残ってしまったとこもったいないなっていう方は、ちゃんとね、こうやって取ってあげて、これ食べればいいだけですから。甘くて美味しいです。やっぱこういう肝とかね、醤油つけて。身と一緒に食べてあげるとめちゃくちゃ美味しい。わあ濃厚でクリーミー美味しい。酒が進みます。震えが収まった。嘘ですよ、筋トレですよ。はい、2つの身が取れたんですが見てください。身の色がね違うんですよ。表の身若干青くて腹側の身はね真っ白なんですよ。どっちがうまいかはね多分そんな変わらんと思うけどね。でここまでできたら手とうっす握力×体重×スピードイコール破壊力。バット以上、花山薫バットでした。はい、というわけで続きをやっていきたいと思います。まずこっちからやっていきましょう。でここちょっと失敗して削れちゃってますが皮を引いていきたいと思います。やっぱねこういう幅広くね皮むこうと思ったら長い包丁の方がいいです。でなるべく端からシャコシャコシャコと入れてあげまして、で皮はなるべく張った状態でやっていきますね。ただね皮が滑るので気をつけてやっていきましょう。滑らないようにあるで押さえてでシャーッとあれ包丁が切れる。そういう時はね皮をこうやって引っ張ってあげて包丁をなるべく動かさないように。包丁動いてるように見えるんですけど、包丁動いてませんからね。こうやって皮を引っ張ってあげる。シャコ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 とすればよいしょ。はい、こんな感じ。うまくできましたね。今日揚げるから調子は大丈夫です。じゃあ反対もやっていきたいと思います。で反対はこっちからいきましょう。骨があるから硬いんだな。これが失敗してるんだこれ。リカバリーしてあげてでシャコシャコと入れます。こうやって貼ってあげてでシャコシャコシャコとうまいうまい。ほらほらほら
こっちはうまい。シャーっと。よし、オッケー。うまくできた。腹骨をすいて腹骨をすいて失敗したけどうまくはいった。どっちつかずの夢の語りで。で腹骨が取れました。反対もやっていきます。もう腹骨はほとんど残ってないですね。腹骨ないのかな、裏側は。まあわからないですけど、血合い骨がここ残ってるので、血合い骨のとここうやってね切ってあげて、でこっちもこうですね。でピロ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 とこう血合い骨は完璧に取れました。でこちらの血合い骨も取っていきます。触ってあげてね、こうあんまり感じないんですけど、やっぱり真ん中にちょっとあるだろうという気持ちを込めて、ここにあったのにちょっとかわして、でこう入れてあげます。これで血合い骨が取れました。でこれで2つとも血合い骨が取れたら、フィッシュ&チップスの一口サイズに切っていきたいと思います。まあでも今回はあえてこのままいくっていう手もありなんで、あえてねこのままいきたいと思います。ちょっとお腹空いたんで一口切って、でこうめっちゃ失敗してるんで骨も取ります。今手直ってるから、今だったらね多分完璧にさばけるんですけど。でこちら肝とあえてあげて、めちゃくちゃうまいよ。はい、これで身は取れましたんで並べて、これで準備は完成です。はい、じゃあ次はこちらじゃがいもをやっていきます。チップスをねやっていきます。じゃあまずこちらのじゃがいもを洗います。これ皮付きでいいので、もう泥落とすだけなんでめっちゃ簡単です。じゃがいもの芽とかね取らないといけないらしいんですけど、僕効かないんで蒸していきます。こうやってこそっと爪で取ってるんですけど。はい、 OK。 はい、そしたらこちらのたまたまを切っていきます。よくある形、あれどんなして切るんだろう。めっちゃ包丁切れる、研いでるからな。あれってなんかこう斜めじゃないですか。だからこう半分に切って、さらにこれで半分に切ると、ほらよくあるねお店の形でございます。でこういうポテトタイプと細長いポテトタイプがあるんですけれども、うちの嫁は細長いポテトがタイプです。こういうのも美味しいんですけどね。で残り1個もこうやって硬いな。硬いとやっぱ包丁の幅が広いやつはですね、ちょっと野菜が割れがちなので、なるべく薄い包丁でやってあげるのも一つの手なんじゃないでしょうか。何もかもがね大きければいいもんじゃありません。硬さも必要でございます。何を言ってるんだ私は。さあやっていきましょう。はい、 OK。 はい、じゃあ次に用意するものが何だったっけ。フィッシュ&チップスのねレシピを今見ております。片栗粉と小麦粉をご用意。それとですねこちら、こぐよ様、大丈夫？怪我はないようだ。こちら気を取り直しまして、ハイネケンでございます。イギリスのビールということにしておきましょう。とりあえず外国産のビールでやっていきます。で体重計をご用意してここに乗せます。これ8の時にのし取ったらなんと0になるんですよ。これでここにまず片栗粉を 20g、 54g、 まあこれぐらいいきましょう。カレーが多いから。で次に小麦粉ですね、小麦粉 50g、はい、大体100でございます。じゃあ次にハイネケンで、こちらを150ぐらい入れていきます。ちょっと多くなったけど OK で混ぜ混ぜ。こんなに粉じゃダメじゃね？ちょっと少なかったみたいなんで足します。250ぐらいまで入れて、で混ぜます。これで粉ですね。結構衣のでかい粉ですね。衣の強い粉、めっちゃ泡だ。ビールの匂いもすごい香ばしい。はい、これで粉の完成です。で完成って言ったら口の下なんですけど、塩もちょっと加えます。よいしょ。 OK。 ハイネケンいただきます。ホップですね。じゃあちょっと油をねぬくめてあげましょう。そしたらこちらの身をこちらの粉の中に入れてあげます。これ塩が入ってるからね、塩味がついております。であとはこれを揚げるだけです。ポテトと。もうめっちゃ簡単。はい、じゃあ時間が来たのでやっていきたいと思います。時間が来たというか油がぬくまったんですね。でこちら本当は泡立て器でしっかり泡立てる必要があったんですが、若干ちょっと粉が少ないように思えるんですが、揚げていきたいと思います。ビールを入れたやつで揚げるのは初めての経験ですね。でも結構衣がサクサクになるみたいで非常に楽しみでございます。フリッターですね。フリッター。であとですね、こちらのじゃがいも、本来は20分間水にさらす必要があるようです。ただですね、今日時間がちょっとないのでこのままやっていきたいと思います。思ったより衣がべちょべちょとひっつきますが、180度というねちょっと高めの温度で多分サクッと仕上がるということで、高めの温度でやっていきたいと思います。
もう今日もね朝起きてきて、彼はいなかったんですけど、これぐらいの大きいヒラメがいたので、もうそれだけで大満足でございます。めちゃくちゃいい感じに上がってきてますね。うまそうです。でもうちょっとね色つけたいと思います。色もうまみといったところでしょうか。でじゃがいもはやっぱねそのままだけだとちょっと味気ないので、塩コショウだけちょっと軽めに振ってきます。そうこうしてる間にこちらがめっちゃうまそうな感じで上がりましたんで、こちらのタッパーじゃなくて正式名称バットですかね、バットに入れていきます。はい、じゃあ次にこちらのポテトですね。ポテトもちょっと水気ついてるんで多分飛ぶかもしれないんですけど揚げていきます。大丈夫だった。こちらは素揚げですね。こちら待ちましょう。私のいい大空と広い大地のその中でというわけで、じゃがいもがいい感じに上がりました。私古畑任三郎でございます。私ほどとなれば、上がったのが一目でわかります。はい、というわけで美味しそうに上がりました。そしたらこちらをこちらに盛り付けていって、でポテトをあえて大ざっくにやっていきましょう。でここまでできたらマヨネーズとケチャップ入れて、はい、それじゃあ小通り。はい、それじゃあ完成しました。濱家特製甘手ガレーのフィッシュ&チップス。それじゃあおたけよ始めようか。はい、それではいただきます。お酒を飲みながらご覧中の皆様、一緒に乾杯。ホップですね。はい、じゃあまずこちらのサクサク甘手カレーからいただきたいと思います。めちゃくちゃサクサクで美味しそう。ちょっと両方つけて、うまっ。身がふわふわで、衣がほんと天ぷらとも全然違うし、ビール使ってるからか軽いサクサクなんですよ。ホップな感じの衣ですね。ほんとね、もう色も若干違うし、で噛む時の音聞いてください。違い分かりますか？分かるわけないか。分かるわけないかっていうのはバカにしてるわけじゃないですよ。言うことじゃ分からないでしょうねっていう、これそういうことで、分かるわけないかってなんかすごいいやらしい言葉ですよね。違いますからね。はい、じゃあ次ポテトいただいてみましょう。ポテトはもう皆さんご存知ですよね。ポテトの素揚げ、ちょっと水にはさらせなかったんですけど、これはどんなもんかという感じでいただきます。誰がフィッシュ&チップスを考えたんでしょうね。うわ、やっぱ揚げたポテトはうまいわ。ただこのポテトにもね衣つけても僕はね美味しいと思いますけどね、若干ちょっとね芯が残ってる感じがするので、やっぱり水につけてあげた方がいいかもしれません。フィッシュとじゃがいも一緒に食う。本当に米と魚を食ってるのとは全然違うんですけど、主食とおかずを食ってる、それの外国バージョンの味がします。うわ、めちゃくちゃ美味しい。衣サクサクで身がふわふわでカレーの旨味が強いということは一緒ですね。それにこのハイネケンがはい、というわけで皆様、あとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで皆様いかがだったでしょうか。甘手ガレー漁とそれを使ったフィッシュ&チップスですね。で、甘手ガレー漁もここらの海じゃ2日放置したところで取れても本当におじいさんと言ってる時もそうなんですけど10匹でも取れたなっていうぐらいの甘手ガレー少ないんですけど、ただ味はね大変美味しいです。今日フィッシュ&チップスしたんですけど、カレー食うなら煮付けで食ってほしいなと今日僕は思いました。ただフィッシュ&チップスもめちゃくちゃ美味しい、そんな感じです。これからね正直にやっていきたいと思います。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. Bye bye.